グッピー水槽立ち上げ。皆さんご視聴ありがとうございます。旬アクアの旬です。今映しているこのボトルアクアリウム、グッピーのペアが優雅に泳いでいます。先日お店で一目惚れをしてお迎えしました。アクアマリンレッドというグッピーだったと思います。名前をよく見ずに購入してしまったので、もし間違っていたら教えてください。こんな美しいグッピーを見ていたら、どうにか増やしたい、繁殖させたいという欲が出てきてしまいました。しかし、このボトル水槽では何かと繁殖には不便そう。ということで、本日はこのグッピーのために30cm 水槽を立ち上げたいと思います。このサイズなら稚魚を産むためのフロートボックスを入れるスペースは十分ありますし、無事にグッピーが増えても泳ぐスペースは十分にあります。我が家の広くない水槽スペースにぴったりなサイズです。今回購入したのは、ことぶきさんから出ている幅30センチ、奥行き30センチ、高さ30センチの水槽です。付属品は蓋とマットがついています。この商品もチャームさんのセールでお安くなっていたので購入しました。購入時は2000円を下回っていたので、自分の中ではかなりお買い得だったと思っています。今回使用する定称は大磯砂です。水洗いして敷いていきます。定称を何にするかは迷うところですが、我が家の水槽はすべて砂利です。この理由は様々ありますが、一番の理由は長持ちするところが気に入っています。ソイルだと玉になっているのが崩れてしまったりして、古いものを取り除いて新しいソイルを入れる必要もあったりしますが、砂利なら硬いので、そうそう潰れることはありませんので、長く使うことができます。ただ、デメリットとして、砂利には栄養がないので、水草の育ちが遅かったり、そもそも砂利では育ちにくい水草などもあります。いろいろとお話ししましたが、結局のところコスパがいい砂利が好きなんだと思います。そして水槽を彩ってくれる水草がこちら。アヌビアスナナプチです。神秘的なグッピーとマッチするのではないかと思い、アヌビアスナナをチョイスしました。アヌビアスナナは流木や岩に活着させて水槽内に入れるのが基本なので、今回は溶岩石をたくさん用意しています。この溶岩石は100均のセリアで購入したものです。小さいものと大きなものが売られているので、どちらも購入してきました。小さい方にアヌビアスナナを活着させていきます。それでは溶岩石にアヌビアスナナをつけていきましょう。活着方法は接着剤でつける方法もありますが、今回は糸でくくりつけていきます。まずはじめに根っこを切り落とします。長い根っこが残っていると流木や岩に活着しにくくなってしまうので、思い切って切ってしまいましょう。もしサイズが大きいものがあれば、茎の部分を切って株分けしてあげることもできます。簡単に数を増やせるのもいいですよね。ただ、アヌビアスナナは成長速度が遅いので、頻繁には株分けできないかもしれませんが、ゆっくり成長を楽しむことができるので、メンテナンスが楽です。今回は購入したばかりで、サイズは大きくないので、このまま活着させます。実際にやってみましょう。刃が向いている方向に茎が伸びていくので、伸びていくスペースを確保して糸でくくりつけます。糸をぐるぐると巻きつけて縛るだけなので、一見簡単そうに見えますが、岩はゴツゴツしていて、アヌビアスナナの葉が邪魔をして
なかなかうまく巻けません。想像以上の難易度にタジタジです。なんとかぐるぐる巻きつけることができたら、最後に肩結びをします。糸をできるだけ長く取っておくとやりやすいです。手先は器用な方だと思っていたのですが、結構難しい。悪戦苦闘しながらなんとか結び終えることができました。こんな感じで完成。それではレイアウトを組んでいきましょう。今回のレイアウトは真ん中にアヌビアス7を密集させてアヌビアスの森を作ります。構図としては凸構図ですね。まずはじめに大きな石で周りを囲って、その中に砂利を入れます。これで高さが出たので、この一段高くなったところにアヌビアス7を並べるつもりです。岩の設置はごくシンプルに、糊などをつけずに、ただただ置いていきます。あとは岩にくくりつけたアヌビアス7を並べるだけです。ピンセットで植える作業などはないので、置くだけで簡単レイアウトができます。ただ単に置いているだけなので、レイアウト後の微調整も簡単です。アヌビアス7を置いた後の隙間には、小さな溶岩石を並べて、ボリュームをどんどんと出していきます。いつかアヌビアス7が大きく成長して、株分けができたら、この溶岩石にどんどんとつけていこうと考えています。完成しました。想像していたよりもアヌビアス7のボリュームが少なかったのですが、それ以外はイメージ通りに作ることができました。これでアヌビアス7が順調に大きくなってくれれば理想の水形になりそうです。行き当たりばったりなレイアウトでしたが大満足です。それでは注水していきましょう。今注いでいる水は組み置きをしてカルキを抜いています。カルキを抜くための薬剤などは使用していません。注水完了。いよいよグッピー夫婦のお引っ越しです。事件発生です。グッピーを移動させようとボトルアクアを見たら、なんと赤ちゃんが生まれていました。メスのお腹が大きいので、いつか生まれるかもと思っていましたが、まさかこのタイミングとは。せめて引っ越しが終わるまで待ってほしかった。この後、親グッピーに襲われないように素早く回収しました。余っていた袋があったので、グッピーを袋の中に入れて水中に入れました。そしていつも通りスポイトで水を入れていきます。こうすることで水温と水質を同時に合わせることができるので一番楽です。ちなみにもう一つの袋にはエビが入っています。グッピーがカラフルで綺麗なので、エビもいろいろなカラーの綺麗な子たちを入れたいと思います。それでは4時間ほど水合わせをしたので、いよいよ新しい水槽にダイブのお時間です。4時間長すぎないと思いましたか？立ち上げ直後の水槽だったので、心配で長めに水合わせをしちゃいました。それでは気を取り直して、3、2、1、ダイブ。そしてエビもダイブ。無事にダイブ完了です。元気よく泳いでくれていますね。さあ、新しい住処でも元気な赤ちゃんを産んでくれよ。それにしても今日は本当に大変な一日でした。元いた水槽内に赤ちゃんを発見したときはもう大パニックです。生まれたばかりの赤ちゃんを親グッピーが食べてしまうというのはよく耳にするので、必死に親グッピーと赤ちゃんを分けながら
水槽の立ち上げ作業。今日はどっと疲れました。無事に赤ちゃんが生まれたので、あとは親グッピーが新しい住処に慣れてくれるかが心配です。様子を見ていきましょう。引っ越し翌日の様子がこちら。特に変わった様子はないですね。元気に泳いでくれているので一安心です。そしてお引っ越しから3日が経ちました。とにかく元気に過ごしてくれています。変わったことといえば、オスのグッピーが今までに増して求愛行動をものすごく行っている気がします。赤ちゃんが生まれて今がチャンスと思っているのでしょうか。毎日アピールを頑張るオスを見ていると、けなげで応援したくなります。ただ、メスは一度交尾をすると、精子を溜め込むことができるみたいで、その精子を使って2、3回は赤ちゃんを産むことができます。オスの頑張り虚しく、もしかするともう赤ちゃんがお腹の中にいるかもしれませんね。めげずに頑張れ、オス。お引っ越しから1ヶ月が経ちました。相変わらずオスは頑張ってメスにアピールしています。あまりのしつこさにメスも怒りそうですね。メスのお腹はというと、だいぶ大きくなってきた気がします。赤ちゃんに期待できるかもしれません。今はこの 30cm 水槽をグッピーパラダイスにするのが夢なので、繁殖に力を入れて見守っていきます。本日は以上です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。